はい、魚座の皆さん、こんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は7月後半のタロットリーディングと星の補足説明をさせていただきます。よろしくお願いします。また今回はですね、ちょっと場所を移動しまして、サンフランシスコのサウサリートという小さな可愛い町に来ています。そこでもまたね、いいエネルギーをお届けできたらいいなと思っています。では行きます。7月後半です。それでちょっと今回ね、カメラのバッテリーをなくしてしまって、今パソコンで撮ってるので、ちょっとカードが見えないと思うんですけども、後で写真を撮って載せておきますので、よかったらそちらご覧ください。はい。じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップ7です。ペンタクスの2の逆、そしてワンドクイーン、そしてストレングスの逆ですね。ワンド10、戦車、うん、ワンドのナイト、気をつけることは、お月さんの逆、ワンド4と、オラクルは、はい、ごめんなさい、ペンタクルスの、ナイトですね。こちらになります。ペンタクルスのナイト。そうですか。はい、勢いが出てきましたね。まずちょっと星の補足なんですけれども、7月21日が満月になります。で、ちょうどこの満月の日に火星というね、バイタリティとかエネルギー、こう頑張るぞとか、勇気とかもそうだし、切り開いていく力とか、叩く力みたいなものが、双子座に移動することによって、魚座の皆さんにとっては、ちょっとね、内側にこう情熱が燃えるっていうか、何かこう、お腹の中で熱さを感じるみたいな、いい意味で言うと、あったかくなるっていう感じもあるし、何かこうやるぞとか、こうグッと何かこう力みたいなものがお腹の中に芽生えてくるみたいな感じもあります。中には、なんかこう怒りとしてそれを感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、怒りっていうのはうまく使うとすごくいい原動力になりますよね。絶対にやってみせるみたいなこととか、何かこう、要するに内側に何かエネルギーが湧いてくるなっていうのが一番の印象です。そして、ちょうどこの時は、前回もね、ちらっとその何か健康を維持するためのことだったりとか、日常生活にこういろんな変化球が起こって、生活が整うなっていう感じがあったんですけれども、今回もそうです。7月の22日から整うってことですね。これはね、7月22日までっていうのは、自分の喜びを感じてねって、ちょっとでもいいから嬉しいこと見つけてねっていうエネルギーで、そのエネルギーが自分を守っていくっていう感じなんですけれども、22日からはそういう生活に変化が起こってくる。いい意味での変化ですよ。整ってくるっていう形なので、健康がちょっとなんだかこう、はっきりしない健康状態だった方っていうのは、やっとなんか原因がわかるとか、やっと解決策が見つかるとかっていう形で、生活が整うよっていうふうに覚えておいてください。そして、もともとすごく健康で、いや、頑張ってますっていう方は、仕事とか、その何か役割っていうものをもう自分が思った通りにやっていけるっていうようなエネルギーとして使えると思います。生活とか義務とか仕事っていうところに光が当たってきますのでね、22日以降は。そして7月26日以降ですね、誰かに対しての言葉かけとか、誰かに何かを言いたいという方にとっては、こうどうアプローチしたらいいのかとか、何をどう伝えたらいいのかっていうのがよくわかるっていう感じがします。これは人間関係万全に使えるんですけども、これお仕事とかでも、相手の求めてるニーズにちゃんと応えられるとか、契約に関してもきちんとこう、調整していけるとかっていう、ビジネスでも人間関係でもうまく対社に対してうまく使えるエネルギーがあるなと思います。これは7月26日以降です。なので、一つの区切りは21日、22日あたりなんですけど、とにかく22日までは喜びに集中。そしてそれ以降は自分の生活や日常生活、健康、働き方、時間の使い方っていうところに焦点が当たって整えていくよっていうのが星の流れです。そして、それを踏まえた上でのカードなんですけども、現在はやはり、前回もそうだったと思うんですけど、何かわからない、はっきりとしないことっていうものがあって、今も、
そうなのかなって感じがします。やっぱ入り口がカップの7なんですね。これすごく綺麗なカップの7の絵柄ですけども、ただね、あんまり悪い感じはしないんです。こう、はっきりしないからこそ、あれはもしかしたらこうなるかもしれないっていう期待を持っていたりとか、こう、何が原因でどうなってるかはわからないけれども、きっとこれはいいふうに何か浄化してるんだとか、可能性が出てきてるんだとかっていう形で、ご自身の中でも希望とか夢とか、こうなったらいいなっていう思いが、こう、少しずつ出てきたのかなっていう感じがします。または、その、絶対にこうなんだっていう、こう動かない可能性というものから、もしかしたらそれ可能かもしれないっていうような感情の波が起こり始めているみたいな感じですかね。うん。そして、あの、気をつけることっていうか、うん、今のこの状況に対してのカードのメッセージとしては、まあ、状況だったりとか、状態だったりとか、関係性っていうのは、ちょっと上がったり下がったりするものですみたいな、変化していくものなので、一定の状態をずっとキープするっていうことはちょっと難しそうなんですね。ここでペンタクルの2が出ているので。だけれども、うまくこなしながら、上がったり下がったりしながらでも、こううまくこなしながらやっていきますよっていうふうに出てるんですね。ご自身では、まるでなんか自分がこう、細いロープの上を渡ってるかのようなこうアンバランスで落ちたらどうしようって思いながら進んでるって思うかもしれないんですけども、このカードもまさにそんな感じで言われてますよね。でもここに描かれてる人たちってそのお手玉みたいな何かをこう楽しんでいるっていう形があるので、今どんなに自分が今危険な状態かというよりは、どんな状態であっても楽しめるよっていうメッセージでもあるのと思うので、その自分がどちらの方に焦点を当てるかっていうのは常にうーん応援されているっていうのかな、試されている感じがします。そしてここまでの流れなんですけども、やはり過去のところにワンドのクイーンというカードが出てきて、このワンダのクイーンっていうカードは、とてもビジネスウーマンみたいな感じのカードなんですよね。で、これももうこう燃える情熱を燃やして、あらゆる手を使って、いろんな方法で、いろんな手法で、物事を肯定的に進めていく力があるよっていうカードなんですけれども、これは過去のところに出ているので、やはりこれまでも何かしら頑張って自分なりにやってきたんだろうなって思います。その効果は出てると思いますよ。現状のところはストレングスです。これ、私から見るとまだちょっと逆なんですけども、本当に魚座の皆さんが持ち合わせている、その愛の力だったりとか、不可能を可能にする力っていうのは現にある。あるんだけど、どうやってそれを表現しようかとか、どうやってそれを現実化しようかっていうところが、まだはっきりしないんだなっていう感じです。で、まだこれはご利用ししてやっていくってものではなくて、まだもうちょっと温めているところっていう感じがしますね。まあ、入り口もカップの7だったので、まだその感情の波がようやくこう起こってくる。そして星で見ても、やっぱりこの何か熱い思いとか情熱とかっていうのがやっと自分の腹に座るみたいな感じがあるので、そうなってから本当の強さっていうのを出すんだろうなと思います。そしてここからの流れなんですけど、ちょっとね、ワンドの10というカードが出ていて、ワンダの10っていうのはすごくね、頑張りすぎるっていうような意味もあるんですね。で、ここではおそらく、まあ、星ではね、お仕事するには実はふさわしい時が22日以降ふさわしくなるよっていうのもあるんですね。これは仕事頑張りたい人にとってはです。仕事頑張りたい人にとっては、いい役割が巡ってきたり、やることが増えたりとかするんですね。でも、健康に意識をある人に関しては、健康の方に意識を向きます。要するに、その自分が何にこうフォーカスしてるか、何を求めてるかによって、湧き上がってくる、浮き彫りになってくる課題っていうのは、それぞれ変わるんですけれども、その何かね、日常生活の中で自分がフォーカスして頑張ろうということがあり、そのことをなんか、絶対に頑張らなくちゃいけないんだみたいな、絶対にこれはこなさなくちゃいけないんだっていう思いから、それは必死でできるんですけれども、ちょっと、自分が他の何者かになろうとしていませんかみたいな感じも受けました。本当の自分っていうものを何か殻の中に閉じ込めて、今はこれをやらなくちゃいけないんだって言って、こう無理やりやっている。もしくは自分というものの周りに、ものすごい大きな武器みたいなものを身につけて、例えば、権威だったりとか、見た目だったりとか、なんかわかんないけど、そういうなんか大きなガードをつけて物事を対処しているっていう感じがしますね。
まあ、それはそれでね、まあ、いろいろなんかガンダムみたいな感じ。中にいる人間は小さいんだけど、ガンダムはガシャンガシャンってこう大きな、なんか、形をしてるみたいな感じで、自分を何かそういう強くて大きなものに見立てて何かを頑張らなければならないって思ってるかもしれないんですけど、一番コアなものっていうのは自分の愛の力だったりとか、自分自身が持ってるエッセンスなので、そこだけね、忘れないようにしてくださいね。別の何者か、誰かと比べてそのようにならなくてはいけないとか、この状況では自分はこうあるべきみたいなのあると思うんですけど、一番大事なのは自分のエッセンスだと思っておいてください。そしてここからね、すごい怒涛の勢いがありまして、戦車っていうカードが出てます。で、さらにその次はワンドのナイトっていうね、このカードではプリンスになってますけど、ワンドのナイトっていうカードが出ています。すごく勢いが出てきます。うん、なので、この感じを見てると、やっぱりさっき星でね、星の流れを読んだみたいに、何かグッて自分の中で強さとか、あと情熱とか、やる気とか、怒りも含め、なんか誰かに負けないぞっていう気持ちもあるかもしれないし、何かそういう強い思いっていうものが自分のお腹の中にこう湧き上がってくる感じ。で、それによって、あの、感情も動かされて、そしてまあちょっと一時的にこう何か大きくなろうみたいな思いがあるかもしれないんですけど、でももうね、今の自分だったらやるしかないとか、これでいけるとか、今流れ来てますみたいな感覚を感じて、すごく頑張る気がしますね。これは精神的な恐れや自分にはふさわしくない状況や、なんかそういうちょっと不都合な現実みたいなね、状況でも超えていけるよっていう、それだけの強い精神力があって、バイタリティもあって、戦力もあるよっていう感じがします。で、その後に、このね、ワンドのプリンスということで、どうですか、この、何ですか、なんていうのかな、この、アバターに出てくるこの鳥にと乗って飛んでいくみたいなエネルギーのカードが出てますけど、それぐらい自分の情熱というものが自分を動かしていく大きな原動力になるよっていうことなんですね。なので、状況がこうとか、自分の今の、体力がこうとか、そういうの実は関係なしに、こう自分の中にあるそのエッセンスから感じる思い、そしてそこから生まれてくる感情、そしてバイタリティっていうもので現実を作っていけるよ、もう飛んでいこうとしてるよみたいな感じがあります。そして気をつけることは対策として言われているのがね、こう面白いカードが出て、お月さんの逆と、ワンドの4なんですね。これとてもいいですよね。お月さんの逆っていうのは心配してたことが晴れていくよっていうことで、もやもやしてた気持ちがね、だんだんとこうもやが晴れるように、すっきりしてくるよっていうメッセージなんです。そしてさらにこれはすっきりするだけじゃなくて、魚座の皆さんが持っている、もともと備わっているその直感力とか、何か霊感とか、そういうなんか摩訶不思議なエネルギーっていうものがようやくなんかこう統合されて、本当に進むべき道っていうものが自分の中で分かるよっていう感じがしました、今回。さっきもね、現状のところで出ていたその不可能を可能にする力あるんだけど、まだちょっと温めていきましょうみたいな感じもあれば、でもそれに目覚め始めているっていうのもありますし、今までちょっと霧のように覆い隠されていたなんかネガティブなエネルギーとか見えない不安感とかっていうものがようやく晴れて自分の中から答えが出てくる、そして自分の中から本当にやりたいことに進んでいくバイタリティっていうものを見つけていけるっていう感じがするんですね。で、そしてこのワンドの4というのはすごく人間関係がいいというカードなんです。こう味方がいるとか、分かってくれる人がいるとか、仲間がいるとか、そしてすごく調和に満ち溢れています。祝福されています。穏やかです。で、こういうのを魚田さん大好きだと思うんですね。自分が受け入れられているとか、必要とされているとかもそうだし、誰かとの関係がいいっていう。なので、何か、そして見ても、ぐっとこう力が入る、自分のバイタリティが戻ってくるっていうのもあるんですけど、何か、そういう誰かと手をつないでいるかのような安心感というものがあるんだと思うんですね。で、これは現実の人っていうこともあります。今関わってるね、人とうまくいってそうなってるっていうこともありますし、いや、私特にそんな仲良くしてる人いませんっていう方も、何か意識の上で、この人とつながっていたらすごく安心とか、こう自分の好きなものとつながって自分がすごく満たされているみたいな感覚があるんだろうなと思うんですね。何かをすごく掴んでる感じがします。安心できる材料を。
うん、これいいですね。これはすごく精神的な安定につながりますね。そしてオラクルがペンタクスのナイトということで、非常にこれはゆっくりですけど、現状は良くなっていってるよっていうメッセージだと思いました。このね、2週間、7月末の2週間だけで見ると、魚座の皆さん、かなり回復するなっていう感じがあります。いろんな状況とか、バイタリティとか、総合的に見てね。なんですけど、その2週間でじゃあいきなりこう0から100に動くのかというとそうではなくて、現状はゆっくりとだけど、いい方向に進んでますからねっていうふうのを言われています。なので、ただ体感はすごくやる気になったりとかね、よし、頑張るぞみたいな、こう、戦車とかね、こう動いていくよみたいな感じがあるんですけど、自分はこんなに動いてる割に状況変わってないって思うかもしれませんが、ゆっくりと変わっていってますからねっていうのがメッセージだと思いました。はい。ちょっとこれを踏まえた上でね、ちょっとお仕事のこと見てみますね。うん、過去に手がけたものとか、やろうとしたこと、やりかけたこととかっていうものをもう一回やるのかなって感じがしますね。ペンタクス9、ペンタクス3、うん、カップの4ということで、その、前から考えていたんだけど、なかなか手がつけられなかったとか、もしくは少し昔やったんだけど、そのままになっていたっていうこととか、それをちょっと無理してでもやろうみたいな感じがあり、それなぜかというと、今このタイミングでこうやっておく方が、多少ちょっと大変だけど、やっておく方が、これチャンスにつながるなっていうことを何か感じるんだと思うんですね。なので、非常にいい、ビジネスチャンスはあるっていう風なカードが出ています。ペンタクルの9だったりとか。で、それも一人じゃなくて仲間がいるよっていう感じですね。ペンタクルの3っていうのはいろんな専門的な人たちの意見をもらいながら一緒に作っていくよっていうのがあります。まあ、ただカップの4もあるので、それが本当にもうすぐ結果が出るかというとそうではなくて、まだもちろん調整していくこととか懸念材料というのはあるかもしれませんけど、お仕事で言うと、やっとなんか手がけ始めたな、作り始めたなとか、完成に向けて動き始めたなっていう感じがあります。うん、なので、感情が満たされるかどうかっていうのはちょっと置いといて、今現実的なことを考えると、今これやっとく方がいいな、準備しとく方がいいなっていうことをしっかりとやっていくんだっていう感じがしました、仕事ではね。そしてさっき星で言った7月26日以降っていうのは、そのビジネス運とか契約運とか、他者との交渉っていうのも良くなりますからね。話し合いも、まあ、後半になるにつれて、スムーズになってくるんじゃないかと思いますね。それと、人間関係見てみます。うん、人間関係、また出ましたね。ストレングス。力です。不可能を可能にする力。そして、ソードの2とカップの9ということで、これはね、人間関係やっぱこの時期いいですね、とても。この時期いい。でも、おそらくですけど、7月21日まで、まあ、22かな、22日までの間に、自分の喜びを表現するとか、自分をもっと見せるとか、何か嬉しいことがあると思うんですね。で、それによってできた流れを実際に22日以降に現実に落とし込んでいくっていうところが始まると思います。でもこうやって見たときにやっぱりストレングスがこう今回もまた2枚も出てくるっていうのはよっぽどやっぱり魚座の皆さんの中にあるもの、これはエッセンスです。外からもらってきたものとかじゃなくて、皆さんの体の中、もしくはスピリットっていうか、魂の中にあるそもそも備わっている愛の力っていうものを使いたくなるとか、使い始めるみたいな感じがあります。で、それが特に人間関係にね、よく影響しますよっていうふうに言われてるんですね。ただ少しここのソードの2っていうのが現状を崩すのが怖いみたいな思いもあります。で、現状はまだそんなに崩さなくていいんじゃないかなって感じはしますね。崩れませんけどね、今のこのカードを見てると。なんか例えば何かをはっきりさせるときに、もしかしたらはっきりさせることによって明らかになっちゃって関係が終わるんじゃないかとか、壊れちゃうんじゃないかっていう心配あるかもしれないけど、壊れないよっていうふうに言われてます。そもそもそんなことで壊れるような仲じゃないですよね、みたいな感じがありますね、これは。ここまで築き上げてきた関係性って、そんなことぐらいで壊れるんですかみたいな感じで。もし本当にそれで壊れるんだったら、そこまでの関係ということでしょうし、
今カードが言われているのは、そういう現状変化していくことへの恐れよりも、もっと深く人と関わることによって得られる喜びの方が、よっぽど得るものが大きいんだよっていうふうに言われてる気がしたんですね。ここでもせっかくやっとモヤモヤが晴れて、自分の本来持ち合わせてる直感を使えるとか、本当に安心できる材料がある。これは特に人だと思いますよね。人とつながっていく喜びがあるっていうふうに出ているので、恐れずに自分の愛情を見せていってほしいなと思います。そんな感じかな。あとね、やっぱりお体のことを、気にしてらっしゃる方も多いと思うので、ちょっと見てみますが、うん、カップのね、カップのクイーンと女帝というカードが出てますね。体のことに関しては、要するに、その、これをして、はい、治りますとかね、そういうはっきりしないエネルギーなんですよね。なんか、例えば循環器系とか、そういう気の流れだったり、ホルモンの流れだったりとか、血液の流れだったりとか、そういう目に見えない流れのとか、原因がわからないことに関してどう対応したらいいのかなっていう感じだったんですけど、今回言われているのは、まず何かが動き出すんですね。自分の中のやる気とか情熱とか、感情の波が押し寄せてくるよみたいな、これいい意味で、あの、希望とかそういうものがね、湧き上がってくるので、それによって多少体を無理してでも頑張りたいみたいな感じがあるんですよ。で、もしそれをすることによって活性するのであればいいと思います。で、それによってやっぱ一番言われてるのは、体力がすごく、うんと、最初に来てね、体力が上がってきたからやるとかじゃないみたいなんですね。まず最初に感情が動くっていうふうに言われてるんです。やっぱりこれやりたいんだとか、たとえもし今自分の体が動かないとか、寝たきりだったとしても、やりたいんだっていう気持ちとか、それが好きなんだっていう気持ちが自分を動かしていくわけです。で、最初はちょっとそんなことまでしてやるのってどうなのかなって思うかもしれないし、自分の体そこまであのケアしすぎるのはどうなのかみたいなね、思ったりもするかもしれないんですけど、感情を満たすことによって、許された感覚になり、そして本来持ち合わせてるエッセンスが動き出す。そして動き出したら、あとはもうやっていくっていう形で、どんどん乗ってくる、エネルギーが乗ってくるっていう感じがあるので、体力がついてからやるとかいう感じではないみたいです。なので、ちょっと先に精神的なものが何か動いて、で、この体で大丈夫って思うかもしれないけど、やってみたら超えられるよっていうのがメッセージだと思いました。この体力で大丈夫っていう心配から、やってみたら、これができたっていう自信とか喜びとかで体が強くなるっていう感じです。ですから、やっぱり喜びですね。喜びとか自分を受け入れる感情っていうものが体を癒していくんだなと思いました。はい、ということで、今回ここまでにしておきたいと思います。また次回ね、7月末ぐらいにアップするんですが、もし今回良かったですという方は、ぜひいいねボタンやコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。はい、このカードちょっと最後にね、お出ししますね。こんな感じになりました。はい、ということで、また次回もよろしくお願いします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。